おはようございます。今スロバキアに来ています。で今日はバスで3時間半かけてポーランドに向かいます。朝ごはんどっかで食べたいですね。おにぎりと味噌汁が食べたいです。多分パン屋に行くしかないんでしょうけど、こちらのパン屋さんで朝ごはん食べます。Good morning. Lozok? One, yes, please. なんかハムパンみたいな。めっちゃ軽いです。めっちゃ冷たくてあんまり美味しくないです。バス停に着きました。今からポーランドまで3時間半バスで行きます。ポーランドの国境に入ったところです。でサンドイッチを買いました。12しましたね。クラフクに到着しました。今昼の2時なんですけども、日本の冬の5時ぐらいの感覚です。夕方みたいです。ポーランドのお金を下ろせました。シュワシュワですね。こちらフロリア寸関門です。こちらの門抜けたところから旧市街が始まるようです。いろいろショッピングみたいになってますね。中央広場に到着しました。いろんな教会に囲まれてますね。最悪な場所ですね。汚ね。なんだこれは。こちらマリア教会です。多分あの人と写真撮ったらお金取られるやつですね。大きな塔もあります。巨人の顔の像です。中に入れるようですね。お昼ご飯はこちらで食べます。これで35ですね。芋をご飯に変えてもらおうと思ったんですけどできなかったです。今日の家に到着しました。これから3日間ですね。はい、アパートに到着しました。1泊5000円でした。かなりいい部屋だと思います。綺麗ですね。洗濯機とトイレ綺麗です。おはようございます。ポーランド2日目です。今日も天気はすごくいいんですけど、今の気温が0度でだいぶ寒いです。まだ12時ですけど影が長いですね。さっき知ったんですけど、このクラフクの旧市街は世界で一番初めに世界遺産に登録された地区らしいです。観光の前にここでお腹満たしていきます。綺麗な部屋ですね。パンと、これは何ですかね。これツナマヨみたいな味がします。料理の名前わからないですけど、40豚肉と、これはキノコかな。これ豚肉と思ったんですけど
豚肉じゃない、じゃがいもかな、わかりません。食べたことない味ですけど、あんまり美味しくないですね。50払いました。私の口にはあんまり合わなかったです。全部ポーランド語やったんで、一か八かのメニューやったんですけど外れました。こちら聖ペトロ聖パウロ教会です。この12人の教会の前の人たちは何なんでしょうかね。写真撮影ダメでしたけど中は無料で入れました。バベル城に到着しました。世界遺産らしいです。今私がいるクラフクは1600年頃までポーランドの首都だったみたいです。でその時のポーランドの王様がこの城を建てたみたいです。この全てを完成させるに500年の年月がかかったようです。360度お城に囲まれています。何年もの間ポーランドの王様が住んでいた城のようです。ちょっと曇ってますけど城の上から見る景色も綺麗ですね。ポーランドにはドラゴンがいたっていう伝説があって、そのドラゴンが住んでいたとされる洞窟がこの城の下にあるようです。このようにドラゴンがマスコットになってますね。ピカチュウもいます。こちらが伝説のドラゴンです。ドラゴンの下にこのドラゴンが住んでいたとされるホラー穴があります。この辺りがカジエミエッシュって言ってユダヤ人街になるみたいです。といっても特にそれっぽいものは見当たりませんが、ファザー・ベルナテク歩道橋に着きました。風に揺られてちょっと動いてるんですけど不気味ですよね。昔の海賊船みたいなのがありますね。タクシーボート。じゃあ第二次世界大戦の時にドイツが建てたとされる赤号があります。中心街のお土産屋さんです。頭寒すぎたんでこちらのニット帽買いました。45しました。これで頭の寒さを防ぎます。あったかいです。かなり馬車の行列になってますね。10台ぐらい。少し早いですがこちらで晩ご飯します。こちら49しました。いただきます。これめちゃくちゃ甘い。お酢が結構効いてて甘すぎるぐらい甘いですね。甘すぎて酢がめっちゃ効いてるんですけどケーキぐらい甘いです。ちょっと自分は苦手かなって感じですね。おはようございます。今日でポーランドのクラフク3日目です。マイナス6度です。天気はいいんですけど、で今日は今からアウシュビッツ収容所の方に行きたいと思います。でツアー予約しててなんか6時間拘束されるんで結構憂鬱なんですけど、いろいろ見ていきたいと思います。これクロケットって買いました。水とこのパンで9。このバス停で迎えのバスが来てくれるようです。まだポーランドに来て美味しい食べ物に出会ったことがないんでこれはどうでしょう。肩パサパサやん。味がなくてあんまり美味しくない。
クラフグから1時間20分かけてアウシュビッツ収容所に到着しました。なんか無料のチケットもあるようなんですけど、1ヶ月ぐらい前から予約しないと埋まっちゃうみたいで、一昨日見たらもう完全にチケットなくて、今回ツアーで参加してます。結構並んでます。やっと中に入りました。今から見ていきます。3、4メーターぐらいあるでしょうか。この電流が流れたフェンスですね。簡単に登れなくなってます。アウシュビッツの入場ゲートにやってきました。有名なのがですね、諸説あるんですけど B の字が反発心から逆さまになっています。ここは24番ブロックで脱走を試みて見つかった囚人の遺体が展示されたようです。もし脱走に成功できたとしても、その脱走した家族がここに連れてこられるみたいです。こちら4番ブロックです。1940年から1945年まで少なくとも130万人がここに連れてこられて、110万人が殺されたと書かれています。当時使われたガス管ですね。収容されていた人々の眼鏡です。こちら松葉杖や義足ですね。大量にあります。こちら子供の靴ですね。こんなに小さな靴が置かれてます。収容されるときに一緒に持ってきたバッグですね。バッグ類ですね。収容所に着いた人、亡くなった日が書かれてます。収容所に着いて1週間、わずか1週間で亡くなった方などもいますね。こちらトイレですが、敷居はないですね。こちら処刑前に女性たちが服を脱ぐ洗面所のようです。ここに着いた捕虜たちは全員がこのように囚人番号をタトゥーで入れられて、あとは髪の毛も短く刈られたようです。ここの地下にガス室がありました。撮影はできませんでした。この10番と11番ブロックの間、ここで脱走した捕虜たちが見せしめで殺されたようです。多くの捕虜が、見せしめとして射殺されたようです。銃弾痕もありますね。感染症にかかった囚人たちがここで毒入りの注射を打たれ亡くなったようです。高圧前線に囲まれています。で、ここは看守の見張り場ですね。ここが死体の焼却所ですね。アウシュビッツ第1収容所からバスで10分ほどかかって第2収容所に到着しました。1944年の写真ですね。ユダヤ人が大量に連れてこられたところの写真なんですけど、それがここですね。
1944年の春から夏にかけて40万人以上の男性、女性、子供が連れてこられて、その多くは殺されたようです。こちらもすべて大量虐殺の証拠を消すために取り壊された、爆破された建物です。こちら収容所ですね。この建物ごとにいろいろ区別がされてあって、医務室があったりとか、囚人の部屋があったりとか分かれていたようです。キッチンがあったようです。3段ベッドになっています。こちら手洗い場でしょうか。レンガ造りなんですけど、当然ですが寒いです。こういう窓がところどころにあるだけです。こちら洗面所ですね。実際に使われていた地下のガス室とかガス管、毒ガスの缶とかを見て本当に心苦しい気持ちになりました。泣いてる人も大勢いました。ただポーランドに来た際は訪れるべきところだと思います。来ることができてよかったですね。おはようございます。さっきチェックアウトを終えました。クラコフは今日で終わりです。バスで4時間半かけてワルシャワに向かいます。